12月25日、今日からフィンランドへ行ってきます。年明けまでの1週間をラップランドで過ごす予定です。飛行機の中にサンタさん発見。空港内からすでにクリスマスモードで気分が高まる。これからレンタカーに乗ってサンタクロースの故郷ロマニウミのサンタクロース村へ。今回は1週間でラップランドの自然を巡る旅。部屋時間寝れるといいな。ロマニウミ空港から車で7分、あっという間に到着。想像よりかなり広そうな予感。車を止めて早速回っていく。入るとすぐ目の前にはサンタの家とお土産屋さん。ここのサンタさんは7時から22時までの長時間労働。サンタ村にはサンタさんに会える場所が2カ所あり、ここは大金を積むとすぐに会ってくれるとかなんとか。有名なサンタさんはもう一つの場所にいるので、ここではグッズだけ回収。左は全てサンタさんの待ち列。お土産屋さんには可愛いセーターやグッズがたくさん。次はサンタクロース郵便局へ。ここにはサンタさん宛ての手紙が世界中から届くそう。各国からの手紙が分けられて保管されている。隣にはサンタさんへ手紙を出せる専用のポスト。店内には可愛いポストカードもたくさん。オーロラが輝くサンタ村のポストカードを購入。この郵便局では手紙を出すとサンタクロース村の消印を押してもらえるそう。可愛い切手も買って家族に手紙を書いてみることにしました。右のポストに手紙を入れると来年のクリスマスに届けてくれる。届くといいな。続いて北極線へ。ロマニウミは北極圏の入り口に位置する町で北極圏越えを経験できる。せっかくなのでいっぱい飛び越えてきた。北極圏へ入った記念に北極圏到達証明書を手に入れる。ここにも北極線。オーロラが綺麗な左の証明書を選択。違う場所でも証明書をネット。次はサンタクロースオフィスへ。サンタさんは大人気で結局会えなかったが、サンタ村全体が楽しいので大満足であった。ここでもグッズがたくさん。サンタ村は本当に広くてアクティビティも豊富。トナカイソリもある。とても立派な角。トナカイソリは別の場所で後日予約していたのでロマニウミでは眺めて堪能。暗くなると雰囲気がとても良い。こちらはスノーモービルエリア。とっても楽しそう。最後に大人気の直火焼きサーモンを食べに行く。夕方に行くとすでに大行列。泣く泣く諦めた。フィンランドの定番スーパーマーケットへ来た。ご当地食品と軽食を探していく。チーズを背負っているのが面白いので購入。サーモンの品揃えはピカイチ。安いものでも十分美味しかった。
フィンランドの伝統的な焼き菓子カンパニス、大好きなハッツェルのチョコレートも、試食用のポテトチップスも落ちてました。定番のクラウドベリージャムも入手。今日の宿泊地年寄り、明日樹氷を見に行く場所から近いところで宿泊する。クリスマスなので宿で美味しい晩ご飯。上のイクラがとても美味しかった。日本で食べるものよりも小粒でプチプチ食感。ロマニエミで食べられなかったサーモンが出てきて大歓喜。ジューシーで柔らかくて大満足。クラウドメリーのケーキも。ごちそうさまでした。おはようございます。朝は宿の近くを散策。とても静かで居心地がいいです。動物の足跡のようなものもありました。ヘラジカは見つからず、これから樹氷を見に行きます。入り口側はあまり樹氷ができてなさそう。中が暖かそうな木。ここの公園は冬に樹氷がたくさん形成されて、白い雪の森のような幻想的な光景が見れるそう。今回はまだ時期が早かったのかあまり見られなかったものの、上からの景色が本当に綺麗だった。ここは北極圏のすぐ南に位置していて、地平線から少しだけ太陽が出ていて感動的な景色だった。すでに外は真っ暗。昨日とは別のフィンランド定番スーパーマーケットへ。ピクルスを発見。おいしそう。昨日食べてハマったカンパニス。フィンランドはスープも絶品のようなので買ってみた。ワイルドラムポーション。フィンランドの伝統的なチーズなども購入。よく見かけるチョコ菓子の。サウナ発祥国なだけあり、サウナのプリペイドカードが。今日はさらに北にあるサーリセル海。朝8時はまだ真っ暗。昨晩も雪が降り、朝も途中から降り始めてきた。星をこじんまりとした静かないい場所でした。フィンランドは国土の約7割が森林で世界有数の森林大国。木々と雪の実の世界は景色が白黒に見えるほど。脇道で休憩タイム。膝上まで雪で埋まるほど深く、雪遊びは断念。特に雪が降る川の近くはとても美しかった。こちらでは赤や黄色、青などの三角屋根の家が雪の中でも際立っていて素敵。途中で給油タイム。指定した金額分だけ給油してくれる仕組みのよう。出発から約5時間、もう少しで到着。サーリセルカは人気が多い。本日の7旅終了。今日の宿は名前がかわいい。お部屋にはプライベートサウナもついていて、フィンランドのサウナ文化を感じる。
自分でサウナを準備するのも初めてだったので、とても楽しく使わせてもらった。いい音。雲が多く昨夜もオーロラは見れず、朝9時過ぎでもまだまだ真っ暗。今日はザリセルカスキー場へ行ってきます。とにかく景色がよく混雑もしていないので、気持ちよく滑ることができてとても良かったです。リフトで上がった先ではとんでもない極寒も味わえる。手袋外すと10秒で指の感覚がなくなるほど。頂上のレストランでは絶品のサーモンスープが食べられる。ここに車で来て観光を楽しんでいる方もいました。17時半まで滑り、外も真っ暗。いろいろなコースがあり、景色も素晴らしく大満足。そり滑りコースは夜になるとライトアップされて楽しそうだったので次回チャレンジしたい。オーロラに恵まれないフィンランド旅行もすでに5日目。車で走っていると足跡を見つけたので、そちらに向かってみると、何やら動くものを発見。トナカイがいた。すぐ目の前にトナカイが。フィンランドのトナカイは飼われている子がほとんどで人慣れしていると聞いていたのですが、その通りで時々こちらを伺いつつもマイペースに過ごしている模様。移動中にたくさんトナカイを堪能した後は、予約していたトナカイソリ。説明を受けている時もずっとドキドキワクワク。今回ソリを引っ張ってくれる先頭の白トナカイさん。こちらは茶色と白のトナカイさん。第一陣がスタート。外から見るのも迫力があって面白い。自分たちの番まではありさえやりたい。手から直接バクバク食べてくれる子もいる一方、警戒心が強い子も。トナカイが食べているのは紫外線を吸収する特性を持つハナゴケ。トナカイは紫外線を見ることができ、雪原の中でもハナゴケをすぐに見つけることができるそう。鹿科の中で唯一メスも角を持っていて、雪にうずもれたハナゴケを掘り起こすのに使うためでもある。トナカイと触れ合う貴重な体験ができました。私たちの番がやってきました。チラ、後ろのことはこのぐらいの距離感。出発。暗
暗くなり始めた幻想的な雪景色の中をどんどん進んでいく。トナカイソリはもともとラップランドの先住民サーミ族の伝統的な移動や運搬手段だったそう。サンタクロースの空飛ぶトナカイソリはそれを参考に作られた物語からできたよ。幼少期に想像するサンタさんのトナカイソリの雰囲気が感じられてとても神秘的だった。ちなみにトナカイは時速 80km で走れるそうで、サンタさんのプレゼント配りにもぴったり。乗り心地もよく、本当に素敵な時間を過ごせました。乗せてくれてありがとう。ソリが終わった後は室内でサーミ文化について教わります。室内にはたくさんの角、ジンジャーブレッドとホットベリージュースをいただきながらお話を聞く。この靴はトナカイの毛皮で作られていて、マイナス50度まで耐えることができるそう。他にもサーミ族のナイフやカバン、ヘラジカの頭蓋などいろいろなことを教えてくれて勉強になりました。ヘラジカのヘラだけ見れた。とても大満足のアクティビティでした。おすすめです。稲荷湖へ流れ込む川の急流が見られる小さな吊り橋のところへ。朝は人が少なく静けさが心地いい。だんだんと川の音が。吊り橋は最大4人が。辺りの静けさとは対照的に川の音だけが際立っていた。フィンランドの川は湿地から流れ出る成分によって水が茶色く濁っているのが特徴。10時過ぎになり、ようやく空が明るくなってきた。空は薄いピンクオレンジ色。月も出ていてとても大きく見えた。こんなに黄色く輝く月を見たのは初めてである。朝のお散歩を終えて次の場所へ。フィンランドで3番目に大きい稲荷湖。フィンランドは国土の1割が湖で約19万個ほどあるそう。湖はなく白い雪原に見える。雪を掘ると凍った湖が出てきた。せっかくならトナカイ肉を食べてみたいと思い、地元のお店へ。人懐っこいワンちゃんがお出迎え。どの部位がいいか全くわからなかったので選んでもらいました。今日の夜、宿のキッチンで調理して食べてみる。バイバイ。買ったのはトナカイのフィレ肉。ジビエ特有の獣臭さも少なめ。焼いて塩だけで食べます。牛ヒレよりも鉄分を感じる深い赤身の味わい。ごちそうさまでした。
夜はオーロラが若干見えそうだったのでいなり来い。スコア的にはそこまで見えなさそう。本当に薄いオーロラが見れた。今日から南下してロマニエミ方向に移動していきます。朝はマイナス27度。今日のメインイベントはハスキーソリとスノーモービル。防寒もバッチリ。まずはスノーモービルに乗ってハスキーのところへ。片道30分かけてラットランドの自然を楽しみます。みんなブンブン飛ばしていく。景色はラットランドで見たかった雪景色そのもの。トンネルも通る。こちらは一面真っ白。本当に幻想的な景色でうっとり。あっという間に30分が経ち、いよいよ到着。まずはカスティソリの乗り方について教わります。ハスキーたちと対面。ハスキーたちと少しだけ触れ合うこともできた。今回引っ張ってくれるのはかなり元気な子たちでした。想像以上のスピード。途中でおトイレタイムも。元気いっぱいに走ってくれます。途中で雪遊びしている子も。敷地内には子犬やリスも。ハスキーについて学んでスノーモービルで帰ります。霧の間から美しいパステルカラーの空が見えてきた。晴れているこの時間帯はピンク色の幻想的な空が見えてとても綺麗。あっという間に終わってしまった。ちょうど焚き火があったので少しお邪魔した。この間買ったフィンランドのおみくじのようなもの。年越しでこの馬蹄型の鈴を溶かして形で占うそう。溶けてきた。
なんだかよくわからない形になり占えず、今日の宿へ向かってドライブ。途中で止まって景色を楽しみながらヘラジカがいないか探す。時々ヘラジカ注意の標識があるので見られたらラッキーです。大晦日を過ごす宿に到着。入って早々なかなかインパクトのあるロビー。ヘラジカの角も年越しオーロラを期待するも見られず記念を迎えた。1週間の旅行も今日が最終日。ほんのり名残惜しい。最後にフィンランドの定番ブルーベリージュースに初挑戦。宿の方も温かくとても良いところだった。空港に向かいながら最後のドライブを楽しむ。綺麗な場所があったので少し降りてみた。心が落ち着く静かな川。最後に心に残る素晴らしい景色を見られてよかった。フィンランドまた行きたい。次回ノルウェーで念願のオーロラ、フィヨルドクルーズもぜひご覧ください。